たわごとオープン。おねんねリリと一緒。ひまわり。ありがとうございます。早速ね、たわごと質問クエスチョン1。コンピューターや AI の技術力は現在目を見張るものがありますが、マースさんがおっしゃる0101には限界がある。愛や本質、ヒーリング、癒し、宗教性、精神世界といった一体性とは無縁である。相性がとても悪いということについてお話しくださいっていうね、ご質問なんですが、でマースアンサーなんですけど、そもそも思考が分かたれた、名付けられた名称付けの、塊ですね。できている思考はね、ために愛を伴うことが難しいように、 AI も同じように分かたれた部分のつなぎに過ぎないのです。どちらも分かたれた価値観の人間の生み出した自と他の悲しみであるのです。分離を強化し、愛を失いケミカルとなったエデンを出た悲しみですね。自然や万物ではないということです。美しきものはいつも一体にどこまでもつながる神秘の中の一体物であるのです。その世界も量子によって愛がよみがえってくるかもしれませんね。このコンピューターの世界も量子コンピューター、量子的になれば愛が戻ってくるかもしれませんねということですね。あと、僕若い26歳ぐらいの時からアップルジャパンという会社の副社長をね、長くじゃないんですけど頼まれてね、ジョブズのお手伝いちょっとだけしました。でジョブズが大きな力に追い出されちゃったんですよね。それと一緒に僕も辞めましたけども、彼は日本に来てもすぐ京都、あと禅寺の方にね修行に行ってましたから、特にその0101には限界があって、これはもうエデンのリンゴのね知識というのに限界がある、思考に限界があるっていうのをね、非常に彼も気づいている。外国の方なのに非常にね聡明でしたよね。愛とか宗教性とか、癒しとかね、美しいものは全てね一体の中にあるんですよ。この前もちょっと言いましたけど、思考っていうのは言語活動もそうなんですけどね、名称付けでできてるんです。名称付けっていうのは、例えばあれを扇風機と呼ぼうとか、あれを窓と呼ぼうとかっていう、この名付けた窓とか扇風機とかリリーとか、これ全部名付けたものの集合体なんですよ、思考っていうのは。そもそも名付けたっていうのは名付けただけですから嘘なんですよ。真実じゃないんですよ。で名付けたものの集合体だから、そこに真実は非常に少ないですね。機能を表すことができるだけです。でね、悲しいですけどね、一体のものを破壊してしまうんですよ。だから顕在意識では瞑想ができないんです。顕在意識というのは思考ですね。思考がやむ変性意識、一体意識、無我意識になって初めてね、本当の自分が帰ってきてね、本当のいろいろなものが手に入るんですよね。でこの前もちょっとお話ししました。死というのを迎える時に人間は、人間界が信じている死とか、その宗教団体が信じている死とか、いろんなものを考えますよね。
でも本当は得体が知れないんですよ。あらゆるものが分からない、分けれない神秘なんですね。何が起こるか分かんないんですよ。だからソクラテスは楽しみにしたんですね。人間が言ってるようなことでは絶対ないっていうことがポイントなんです。人間が思っていること、考えていることは全部分離なんですね。人間が作るものはみんな分離から生み出したケミカルなんですよ。だからね、美しいものはそこにはないんです。美しいものはいつも自然の中に、万物の中に、森羅万象の中にね。だから芸術は本来そうでなきゃいけません。音楽も一体に戻るためのもの。芸術とは人々が一体に愛に戻るためのものね。宗教性とは人が愛に戻る、一体に戻る、他の団体と戦うためのものではありません。愛へ戻るためのものです。あらゆる人がね、弟子の人がみんな他の人と戦うようじゃね、苦しいですよね。みんながね、愛に気づいて、一体に気づいて、皆が仲良くできるものが、それが真の宗教性であり、精神世界でありますね。リリコ、なんかかわいいな。ぐるぐる言ってる。で次いきます。最近の研究で景教の色即是空、景教っていうのは真言宗のことですね。元はキリスト教ですね。キリスト教でもね、ローマキリスト教じゃないんですよ。東へ向かったキリスト教というのかな。ダルマとかね、あれみんなイエスの弟子ですよね。そもそもイエスが一世だった頃ね、密教言っていいのかな要は仏教的なね、釈迦的なね、そういうのの研究する人でもあったんですね。たわごとですよ。怒んないでくださいね。その真の宗教性が一体性ですね。真の当時のイザヤさんの頃まで残ってた一体のね、初めに一体があるね、一体があるから殺す中で騙す中で10回の最初に一体がついてたっていうね、時代のね話です。これね、たわごとですからね、たわごとということで、最近の研究では景教の色即是空がね、色即是空っていうのはね、この世じゃない、現実じゃない、色もない、形もない、すべて未知神秘という量子力学のようなことですね。これがラームーの霊感の書に由来するということが見えてきました。とマースさんがおっしゃられていることについて、このマースさんのたわごとについて、それは世界の真の宗教性が同じこの世界の一体性から生まれ出たことを物語っているということでしょうか。そうですね、はい、であるなら愛と一体性を伝え続けている聖書はエデンであり、その一体性の影響で強く全てが書かれているゆえに、イザヤの時代、あまりに美しいものであったのではないかなと感じてなりません。そのことについてお話しください。今作られているヒーリングアニメーション4エデンについてもというね、メッセージをいただきました。
真の宗教性っていうのは元は1万2000年2万年っていうふうになってきますと、もう量子力学ですね、科学はに近いもの、もっとレベルの高いものですね。でだから霊的世界です。この世界をちゃんと霊的世界と見抜いていました。現実ではないと見抜いていた。それで一体の愛の世界なのも見抜いていたし、現実でない、この世でない、神秘の中、とてつもない永遠に神秘、それはソクラテスやねプラトンが言うような世界でもありますね。それは真の世界の宗教性が同じこの世界の一体性から生まれ出たことを物語っているというね、おっしゃる通りです。だからエデンの最初、初めに言葉ある、これスートラですね。初めに言葉あり、そして物質が作られていく。物質じゃないんですけどね、本当は物質と人間が呼んでいる、そう見えるこの世界ができていったと。それでだから知識の果実食べちゃダメだ、それダメだっていうね、それ分かったれの果実食べちゃダメだ、食べたらもうおかしくなっちゃうからダメだよ、ダメだよ、絶対それだけはダメだよ、あとはいいけどってね、それが書いてあるんですよ、聖書にね。イザヤさんの時代もね。だから一体をね失っちゃったらダメだよ、ダメだよ、一体失っちゃったらね、もう人間ねおかしくなっちゃうからね。でこの人間界が今おかしくなっちゃってるでしょ。その分離で自と他の分かたれになってるでしょ。物質の世界もね、このように物質の世界を神が作ったんじゃないでしょ。神が作ったのは一体として作ったんですよ。このように作ったのは人間が作った。分かたれた価値観の人間が文明を作りましたで今のようになってるのね。そうすると人間はみんな分離を習うとケインとアベルになるわけですよ。もう兄弟でも喧嘩、戦争ですよ。もうあらゆるところで喧嘩、家族も喧嘩、みんな喧嘩ですね。知識の果実っていうのは自我の果実、自と他の果実ですからね。大変なことになっちゃうんですよね。でマースアンサーなんですよね。あまりにも深く美しき真実に共に触れてみましょうね。1万年以上に及ぶこれ視聴者の方からのメッセージ。1万年以上に及ぶラームの時代、そこから何千年も一体性の気づきがたくさんの賢者によって伝えられる中で、100年にも満たないケミカルの時代がとても恥ずかしく感じますとね。もうこの方がおっしゃられるように、確かにこの分離自我の科学と呼んでいるね、分離自我から生まれた科学ね、100年ぐらいで量子力学が出てきて一体なんだということや、現実非現実がだんだん波であることが分かってきて、今大変ですね。人間は過渡期です。ですからたわごとということで行くしかないですね。今日もたわごといっぱい言いましたね。この世界は神秘だから美しいんですね。未知だから、とてつもないから、分かんないから、計り知れないからね。で皆さんどうですかね。死んでいく時ですよ。必ずみんな死んでいく。死んでいくっていうのはなんか自分がいなくなっちゃうんだとかね。でそもそも自分って作ったのは妄想です。作り事ですからね。でそれがなくなっちゃうよって怖がりながらいろんな観念、人間の作ったね
なんか観念でね、恐れるわけでしょ。でそれもし未知だ神秘だっていう色即是空じゃないけど、もっとこの世じゃない、現実じゃない、形もない、色もない、全ては妄想だったって知ってたら楽ですよね。で全てが嘘だった、全てがこの世界は現実じゃなかった、永遠に分かんないとこだった、美しいな、美しい空だな、美しい大地だな、美しいなって思えた方が幸せですね。で人間はそういうのを感じられるんだから、食べる？人間はそういうのを感じられるんだからすごい幸せ。リリって感じられるのかな？なんていうの？現実じゃないってね。青い空、白い雲、綺麗だなってね。永遠にわからないところ、永遠に自分じゃない、自分が誰かは永遠にわからない、どこかもわからない、いつかも。これが美しさ、芸術です。これが宗教性です。宗教性というのはわかんない、永遠にね、みんなが一体であることはそれはわかる。それはね、全部が一体だから、全部が一社だから、それは感じる。ああ、木と私は一体だ。でも木じゃないよね。あれなんだろう。木って呼んでるけど、山って呼んでるけど、空って呼んでるけど、水って呼んでるけど、あれってなんだろう。水と呼んでるものと僕は一体だ。海と呼んでるものと私は一体だ。ああ、美しいな。みんな一体だ。リリと呼んでる、ワンワンと呼んでるものと僕は一体だ。すべてが一体で、未知で、神秘で、どこまでも奇跡で、安らぐな。ね、それを人類が失っているということです。他と戦い、他の団体と競争し、他の人を滅ぼし、ね、自と他の分かたれを信じ、分子を信じ、物質だと思い、苦しいです。はい、じゃあ今日もたわごとオープン、リリと一緒。リリ来る？リリが来ました。よいしょ。はい、じゃあまたお会いしましょう。お相手はリリ&マースたわごとでした。さよなら。はい、たわごとインナー、リリと一緒ということでね、今日もね、世界のね、真の宗教性が同じこの世界から生まれ出たことを物語っているということでしょうか。そうです。であるなら、愛と一体性を伝え続ける聖書はエデンであり、その一体性の影響下で強く全てが変えているゆえに、イザヤさんの時代、あまりにも美しいものであったのではないかなと感じてなりません。そのことについてお話しください。ぜひね、イザヤの、ヒーリングアニメーション
イザヤの手紙3時間に及ぶ大作ですね。はっきり言って世界一素晴らしいって僕は思いました。見て感動した。本当に素晴らしいことをテーマにね、この美しい一体性、愛をね、神秘性、道性をね貫いて生きるイザヤさんの姿にね、本当に学びが起きましたね。ひたむきなアニメのね、漫画のね主人公なのに本当に美しい人ですね。で、今作られているヒーリングアニメーション4エデンについてもお話しくださいということでね、今書いてるんですけどね、基本が今ここにこの方が今言っているように、真の宗教性、全ての宗教の元っていうのはね、古代の1万2000年から2万年の前のね、この世じゃない、現実じゃない、形も色もない神秘で霊的世界である。ムーの霊感の書というねのが2万年3万年前からねずっと民の、聖書みたいなものだったんですね。でみんな勉強して、それがムーというふうに今は呼ばれてますね。縄文と呼ばれるのと一緒で、今の現代の人が名付けただけですね。ただそこのリーダーのね方がね、ラームーっていう風なマントラであったことは文献にあります。古代の8000年前のね、だからベーダもそうなんですけどね、CD の世界ですよ。CD の世界っていうのはプラズマの世界なんですよ。要は非現実の世界だからこそ、時間を超え、空間を超え、あらゆるものを超える、壁を超えるね、そういうことを学びたい、知りたいという方はヒーリングアニメーションの1と2をぜひ見ていただきたいですね。これもね大作3時間ものです。1も3時間もの、2も3時間ものですね。でイザヤの手紙が3時間ものなんですけど、これはね人の愛がものすごく大きくなると思います。見た人がね、その人のが本質というか本当のその人にみんな帰っていかれるでしょうね。また当然時間が経てば元には戻っていくと思いますが、一旦はねその人の本当の姿が、いや神の作ったその人が現れると思います。で今作ってるエデンはね、その当然その2万年前からの宗教性の、そしてそれが何で滅びたのか、やはりその知識の果実を食べたのと同じように分離の自我の果実を食べた。で自我っていうのは神が作ったわけじゃないんですよ。この自と他の世界っていうのは人間の価値観です。ですから人間がそのエデンを出た人たちが作った世界ですね。そうしますと競争や喧嘩、比較ね、争い、抜きに出るとかね、うぬぼれるとか過信するとか、勝った負けた、偉いんだすごいんだね、モテるんだ、そうすると強いんだね、そういうふうな文明や文化をねエデンを出た人々は作らざるを得なかったんですよね。だって他に知らないの、一体を知らないんだもんね。で今このままいったら人類がそのために終わるでしょうね。で終わらないために世界の人は今からそのことに気づくですね。でみんな幸せになっていく、みんなねとてつもない美しさを醸し出していく、そんな時代が来ると思いますね。で
そのためになんかサポートになればいいな、そのために幸せになればいいなっていうようなエデンですね。エデン、Tears of Mu、ブッダたちの涙ね、助けられなかった、波に飲まれていく民がね、助けられない、みんなね流されていく霊感の書、今でいう聖書ね、一体を記した愛を記した聖書、踏みにじられた無の霊感の書、踏みにじられた聖書が起きないようにしなきゃいけません。今の聖書一体性書いてないけど、一体性が踏みにじられると必ず世界は終わります。聖書は今から2600年前までは一体性が書いてあるわけですから、その後踏みにじられて世界は終わっていくのかなね、悲しいです。ということでまたお会いしましょう。お相手はリリー&マースですが、リリーが出たいから悲しいですね。でも一体へ神秘で美しくて霊的世界なのに分かたれて自と他があるという二極性ね、二元性になってしまう悲しみ、一体性を失う悲しみは絶大に大きいです。それじゃあまたお会いしましょう。みんな幸せになってくださいね。さようなら。たわごとリリー&マースでした。たわごとでした。たわごとでした。悲しいね、リリー。人類に幸せを、人類に勇気を、人類に愛を。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now on air. Digital distribution start.